今日は人生を変えたディープワークという習慣について話をします。方法は簡単です。朝起きてすぐに自分にとって最も重要な仕事を90分間行うこと。これだけです。これだけでものすごく人生、生活が変わります。はい。というわけで、今日ね、ちょっとディープワークについて話していきたいと思います。で、よくね、僕、ディープワークっていう言葉を使っていて、このチャンネルでは。で、何度も聞いたことがあるなと思ってる人いると思うんですけど、ちょっとね、改めてまとめようかなと思っていて、で、この概念は、カル・ニューポートというね、コンピュータサイエンスが専門の人が、提唱したもので、もうね、10年以上前になります。で、運動脳とかスマホ脳とか、そういう本とかも出てるので、カルの名前は結構聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、あとはデジタルミニマリズムなんかも有名ですよね。で、その彼がですね、提唱したもので、朝一番最初に自分にとって重要な仕事を90分間行うと。それによって集中を作り出す。そして脳のフロー状態を作り出して、困難な物事の達成に向かうっていうね、そういう仕組みなんですよね。で、重要な仕事というのは人によって違っていて、で、これ会社員の人であれば、何か取り組んでいる主な仕事っていうこともあるかもしれないし、で、自分の趣味とかね、例えば運動とかダイエットとかそういうことに取り組んでいるのであれば、それが重要な仕事になります。だから仕事と言いつつ、それが実際の仕事である可能性はなくてもいいってことですね。つまり自分が深めたいことっていうか、やりたいこと、この人生でやりたいことみたいな感覚で捉えていいと思うんですけど、とにかくそういう自分にとって重要なことを一番最初に行うと。で、なぜ朝なのかっていうところなんですけど、これは一番朝が集中力が高まる時間だとされていて、で、最も脳が冴えている時間だからです。はい。で、やっぱり眠り、睡眠によって脳が整理されたりとか、記憶の定着があったりとか、いろんな話がありますよね。つまり脳は寝ている間に記憶を整理したりとか、老廃物を排出したりとか、コンピューターでいうデフラグ的なことをね、バックグラウンドでずっとやっているわけですね。で、起きて、で、それがクリアになると。で、クリアになった状態で、一番難しいこと、自分がやりたいことに取り組むことによって、いつもよりもそれを取り組める質が上がるし、難しいことを考えられるようになるし、で、新たなアイデアとかひらめきも出やすくなると。だからそういうわけで朝が一番いいということになってます。で、自分がこれに出会ったのは、これもコロナ禍の時で、2020年くらいだと思うんですけど、小さな16平米ぐらいのその時ね、部屋で暮らしていて、たまたま本を読んで出会ったと。でもよくよく考えてみたら、20代の頃から結局同じようなことをやってたなっていうことに着地しましたね。で、やることはそれぞれ変わってきてるんですけど、20代の頃はずっと写真をやっていて、で、同時にブログなんかもやっていて、で、それからヨガをやるようになって、で、文章を書くようになってって感じで、いろんなやることは変遷していて、だからその都度ですね、僕のその朝のルーティーンというのは、結局のところを振り返ってみれば、自分がその時取り組んでいる、一番自分がやりたいこと、集中したいことになっていたかなと思います。で、その20代の頃の写真のアシスタントをしながら、カメラマンのアシスタントをしながら、写真に取り組んでいた時は、やっぱり自分のそのブックの制作だったりとか、自分の撮った写真のセレクトだったりとか、編集だったりとか、そういうことをもうひたすらね、朝やると。朝やって仕事場に向かう、出勤するってことをやってました。で、ブログをやってた時期もあって、これずっと並行してやっていることではあるんですけど、でも一時期はブログを本格的にもう複数運営しながら、そこで収益を得ていくみたいなことをやっていました。だからもう書くことが仕事みたいになっている時期があって、その時はもう朝ひたすらブログを書くみたいな。ブログを書いてから仕事に行く。ブログを書いてから遊びに出るみたいな、そんな感じでしたね。で、ちょうどコロナ禍の2020年ぐらいに入ってきてから、自分のその執筆だったりとか、メンバーシップだったりとか、そういうところが本格化するわけですけど、で、その頃から同時にね、このYouTube も始めたりしてるので、時期によってはその朝動画の編集をしたりとか、撮影をしたりとか、昔の動画多分見返してもらうとわかるんですけど、朝起きて顔むくれたままね、パンパンの状態のまま話してたりとか、多分してるね、回があるんですけど、それはおそらく朝起きてもうすぐ撮ってます。起きてもうすぐカメラ回すみたいな、そういう時期もありました。もう回して、そのまま編集をして、
で、そこから普通の仕事をやるみたいな、なんかそういう時期もありましたね。で、そういうふうにいろいろ変遷をしているわけですけど、それを今も続けています。で、続けることによって、僕は今まで生き延びてきたし、こういうふうに自由な生活ができていると思っていて、で、やっぱりどこかに所属をしていて、で、会社員とかをやってた時は本当にもう手一杯で苦しかったんですけど、このディープワークのおかげで、その朝の時間を作ることによって、やっぱりそこで自分が集中したいこととか作品とか、プロダクトとか、そういうものを作れる時間、唯一の時間みたいな感じで使ってきたので、それがですね、回り回ってというか、それが積み重なることによって、だんだんとその自分の自由にできる範囲とか時間が広がっていくような、そういう感覚です。だからやっぱり時間はかかるんですけど、でもそれをやってきたから、今の僕の生活はあると思っていて、で、だから本当に自分にとってはすごくね、このディープワークという習慣はかなり、今考えると重要なものになっています。で、今でももちろん重要で、今日ももちろん朝ディープワークをして今撮影をしている状況です。で、今日はいつも通り朝7時ぐらいに起きて、大体ね、もう暑いから、7時、6時とかに目覚めるんですけど、なるべくちょっと8時間ぐらいは睡眠取るようにしていて、で、結果的に7時ぐらいに起きて、で、そこからすぐ書き始めると。で、今ちょっと新しい本を書いてるので、もう本の原稿をひたすら進めるみたいなことをやって、で、だいたい90分ぐらいでいいとはされてるんですけど、これ時間はそれぞれね、みんなが取れるような時間でいいと思うんですけど、僕はもう朝3時間から4時間は最近は取るようにしています。ここ2、3年はもうずっとそういうペースでやっていますね。だからもうそれで1日の仕事を全部終わらせるぐらいの勢いで。だからディープワークをもう仕事の時間に使うっていう感じにしています。で、3時間から4時間ぐらいバーっと書いて、で、ただその間やっぱりずっと座ってるだけだとちょっと体にも負荷かかるんで、途中立ち上がったりとか、スクワットしてみたりとか、で、コーヒーを入れてみたりとか、で、同時に朝食、バナナとか、そういうものを食べたりとか、そういうことを間に挟みながらでも、その3時間4時間はしっかりブロックするっていう感じ。で、そのディープワークをしている間は、その SNS を見たりとか、で、友達に連絡を取ったりとか、メールを返信したりとか、そういうことは一切しません。はい。一切してはいけないっていうのが一つのポイントです。今インターネットにつながっていて、ひっきりなしに誰とでも簡単に連絡が取れる状態ですよね。だから、もう本当に一日中ね、誰かの連絡に対応しているっていう人が多いんじゃないかなと思うんですよ。でもそれを朝の90分、あるいは60分だけでも守るだけで、本当にその自分の人生の充足度というか満足度が高まります。だからこれはその人に冷たくなろうとか、そういう人と距離を取ろうとか、そういう話ではないんですよ。その90分だけでも守るっていうことなんですよ。そこだけ守っておけば、で、それ以外のことはいくら返したって、いくら対応しても大丈夫なんで、そういう対応はいくらでもできるので、もうその最初の90分だけは守ると。ディープワークの時間だけは一切 SNS も見ずに、対応もせずに、返信もせずに、自分のことをやるっていう。もうこれが本当に大きなポイントです。やっぱりその周りから来る連絡によって自分の集中力をそがれるっていうことが起きているので、それがないとですね、本当に深まるんですよ。で、しかもその朝、頭が冴えていて、一番いい時間帯に打ち込むことができるので、ちょっとね、難しいことも自分でクリアできたりとか、やってるうちに、ちょっとね、乗り越えられるような感覚が出てきたりします。だから、それをやるために集中力を守ると。で、そのために連絡を一切阻害すると。これはもう家族とかパートナーとかであっても、僕は一切ね、もう連絡をしない時間を朝3時間4時間使って、作っています。で、その後に会議だったりとか、ミーティング入れたりとか、人と会う予定を入れたりとか、そういう風な流れにしています。で、ディープワークのもう一つのポイントは、自分が取り掛かることを、ちょっとね、ハードルを高めに設定するっていうことですね。これが一つ、これカルも、本の中で提唱していることではあるんですけど、やっぱりその簡単なことをやっていても、なかなかね、そこ以上は成長できないんですよ。これ筋トレとかやってる人よくわかると思うんですけど、やっぱり負荷をかけていかないと、筋力ってつかないですよね。それと一緒で、自分が行うディープワークの中でも、ちょっと難しい課題を自分に対して与えるっていうことです。だから例えば自分の文章執筆であれば、いつもは自分が考えていることよりもちょっとハードルの高いテーマを選ぶとか、全く自分が知らない分野のテーマに沿ってあえて書いてみるとか、そういうちょっとね、高いハードルを設定することによって、
さらに、それをやってやろうっていうね、やる気になるっていうか、集中している中でちょっとそれをクリアするゲーム性みたいなものが生まれてきたりして、よりね、集中できるようになります。だからそれを繰り返していけば、少しずつその自分の技術とか技能が上がっていくことになるので、結果的にそれを1年間続けることができたとしたら、1年前の自分よりも確実に進化するわけですよ。だからちょっとね、難しい課題を選ぶっていうのが、ポイントの一つになります。で、その3時間から4時間のディープワークのブロックが終わったら、僕は必ず運動を入れます。で、これいつも話してますけど、大体ヨガ、アシュタンガヨガのシークエンスをやるか、で、あるいは走りに行くかですね。で、今日はちょっとね、走る日にしたいと思って、走りに出ました。いつも通り5キロです。はい。でも灼熱の、もう本当に暑くて、かなり厳しい暑さだったんですけど、それでも走って帰ってきてシャワーを浴びて、で、そこからランチ、昼食を取るっていう流れですね。で、これが終わると、ようやくね、その午前中が終わったっていう感じで、もう圧倒的なその解放感というか、今日もやったぞっていうね、自分の満足感みたいなものが出てきて、で、また明日に行けるっていう、そういう好循環を生みます。で、この流れを繰り返すことによって、フロー状態を生むことができます。で、フロー理論っていうね、これ筑前とミハイっていう方が提唱しているフロー理論というものがあるんですけど、これ同じことをその同じ集中レベルで繰り返していくことによって、フロー状態に入ると。つまりこのディープワークを繰り返すことによって、そのフロー状態が得られると。それを自分で作ることができると。で、たまにその村上春樹さんの例とかを出してますけど、だから村上春樹も結局朝4時ぐらいに起きて、そこから執筆をして走りに行くっていうね、長編執筆を書くときはそのようなルーティンをしていると言われていて、それにほぼ近いんですよね。で、それを、その1日だけではなくて、繰り返すことによって、もうその脳自体を、もうその朝起きたらすぐに仕事、物語の中に入れる、執筆に集中できるっていう状態を、その全体で作ってるわけです。だからそのディープワークのブロックだけではなくて、その後の運動、そして午後のリラックスっていう、そういうエネルギーを高めて、テンションを高めて、そして緩めるっていうね、サウナみたいなもんですよね。あったかいところに入って水風呂みたいな、なんかそんな感じのリズムを作ることによって、その集中状態に自動的に入れるようになってきます。だからこれもう結構慣れというか、鍛錬の問題でもあるので、やっぱり最初はなかなか難しかったり、慣れないことやってるなっていう感覚があるんですけど、それを繰り返していくことによって、本当に集中できる状態っていうのを自分で作れるようになります。で、他に僕がやってる tips としては、自分がやってることを完全に終わらせて、区切りがいいところでやめるのではなくて、中途半端な状態でやめるっていうことをやったりしてます。これもちょっとテクニック的なものですね。で、これサイガルニック効果というふうな、名前で呼ばれることがあったりするんですけど、つまり、例えば、これもちょっと執筆に例えて恐縮なんですけど、一章を全部書いて、よし、今日終わりってするのではなくて、一章を書き始めたら、その途中ぐらいで止めておいて、そして今日やめるってこと。で、途中でやめることによって、頭の中でですね、脳の中で、ちょっとね、もやもやした感じが残るんですよ。で、これがちょっともやもやしすぎて、眠れなくなるみたいな状態になると、ちょっとあまり良くないんですけど、でもその途中でやめることによって、自分が仕事が途中だと。で、ここまで書いてるっていうことが脳に残ります。で、それがバックグラウンドでずっと動き続けて、寝てる間もですね、ちょっと意識の中にそれがあるような状態がずっとあると。いわゆるスリープ状態というか、PC でいうスリープ状態みたいな感じが続いて、で、そのような状態から朝起きて、で、開いてやると、もうね、その途中で終わってるから、もうすぐそこから取り掛かることができる。そういう効果ですね。で、これを完全に1章まで終わって、じゃあ次、翌日から2章っていうことになると、その2章の頭、1章と全然違うことを書くときに、じゃあ次何にしようか、どこのアイデアを持ってこようか、前章どういうふうに書いたんだろうみたいな、いろんなことを考え出してですね、なかなか取り掛かりにくいということが起きると。でもそれを途中でやめておく。中途半端なところでやめておくと、そこからすぐに取り掛かれるというね。これも結構ね、いいテクニックなので、もし自分のやってることで、使えそうであれば、ぜひ使ってみてください。はい。そんな感じで今日はディープワークについて話してきたわけですけど、ちょっと最後にもう一つ楽しみについて話しておくと、これをやることによって本当にね、朝が楽しみになるんですよ。でやっぱり自分の好きなこととか取り組みたいことをそこでやっているので、次の日が楽しみになるんですよね。だからもっと早く起きようとか、ちゃんと早く起きてやりたいなっていう気持ちになってくると、だんだん続けていると。
で、早く起きるってことになると、前日、やっぱ早く寝なきゃいけないから、ちょっと早めにご飯をとってゆっくり休むみたいな。だからそこでその休息のリズムもできてきます。そうすると本当にその体も強くなって病気になりにくくなったりとか。で、朝は楽しくなって、どんどん自分がやりたいことをやれるみたいな、その楽しい状態になってくるんですよね。だからそういう効果もあって、単純にその集中して90分の仕事ができるっていうだけではなくて、もう本当にその生活全体に効果が波及していくと。で、夜もよく眠れて、で、次また起きたら楽しいことをできるっていう、そういうループに、好循環にね、入っていくんですよね。で、これはよく僕が言ってるアシュタンガヨガの練習とかも結局朝起きてやるっていうのはそういう意味合いがあるんですけど、それは別にだからヨガの練習だけではなくて、ディープワークを行うことによって誰でも作れるっていうね、そういうことだと思っています。はい、ということで今日は簡単に人生を変えてしまうディープワークという習慣について話してきました。ある意味ではこれはちょっと恐ろしいことです。はい。本当に変わるので、これは結構恐ろしいことなので、で、これはもう始めるに遅いも早いもないので、今まで生きてきて、例えばずっと小説を書きたかったとか、ずっと筋トレをしたかったとか、作曲家を目指してるとか、演劇家を目指してるとか、声優を目指してる、頑張ってるとか、なんかそういう何でもいいんですよ、本当にね。もう自分がやりたいこととか夢とか目標がある人。で、今その仕事に行っていて、その会社の中ではできてないけど、本当は他にやりたいことがある人。そういう人は、その朝のディープワークの時間を使って、少しでもですね、自分がこの人生で、一回きりですので、その人生でやりたいことをそこでやっていくと。これをやるだけで、続けるだけで、本当に少しずつですけど、変わってきますので、いい方向に。ぜひ、試してみてください。でこの動画の裏側にある思想だったり深い話は僕のメンバーシップ、コアでやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくね。チャオチャオ。